今日は神奈川県藤沢市と鎌倉市の境目あたりにできる予定の村岡新駅の建設地にやってきたのだ。ここは JR 東海道線の大船駅と藤沢駅のちょうど間ぐらい。2032年の開業を目指して工事が進んでいる新しい駅なのだ。東海道線に新しい駅ができるのは熱海駅以来なんと107年ぶりです。大船駅から約 2.6km、 藤沢駅から約 2km のところに建設されていて、両市が力を合わせて進めている大プロジェクトになっています。1980年代からずっと駅を作ってほしいって住民が願ってきた場所で、ようやく40年の時を経て実現に向けて動き出したのだ。駅の周りにはすでに大きな病院や研究所が集まっていて、毎日たくさんの人が通勤してるんだよね。それなのに最寄り駅までは徒歩20分以上もかかるから、利便性の向上がとても期待されてます。今日はその村岡新駅の建設予定地とその周辺を散策してみるのだ。ここが村岡新駅の建設予定地なのだ。今はまだ更地と工事用の柵ばかりだけど、ここに東海道線の新しい駅ができる予定なのだ。地図で確認すると村岡新駅の建設予定地はここです。東海道線で隣駅となる藤沢駅がここ、反対の大船駅はここです。この藤沢駅と大船駅の中間にできることになります。ちなみに湘南モノレールの湘南深沢駅はここなのだ。徒歩で最も近いのはこの駅になるのだ。村岡新駅の駅舎は橋上駅舎、地上3階建てで、ホームは島式一面2線になる予定です。そして駅の南北をつなぐ自由通路も整備されるので、周辺の人の行き来もずっと便利になります。利用者数の見込みは1日あたりおよそ6万5千人なのだ。これは大船や藤沢に集中してた人の流れがここにも分散するってことなのだ。事業費は約155億円。そのうち神奈川県が 30%、 藤沢市と鎌倉市がそれぞれ 27.5%、 JR 東日本が 15% を負担する形になっています。さらに自由通路の整備費用約 18.7 億円は藤沢市が負担します。駅ができるまでの道のりも長かったのだ。1985年に湘南貨物駅が廃止されてから、1986年にはここに新駅をって住民の請願が出されて全会一致で採択されたのだ。そこから2008年に全体整備構想案が出されて、2018年に基本合意、2021年に4者覚書が交わされました。2024年5月に工事協定を結んで、2025年1月に着工、そして2032年開業予定というスケジュールです。40年越しの願いがようやく動き出したってことなのだ。ここからは現在の村岡新駅の周辺がどんな街になっているのか散策していきましょう。新駅開業に向けてこの一帯がどう変わっていくのか楽しみです。駅の建設予定地のすぐ近くにあるのがこれ、湘南アイパークなのだ。建物がでっかくていかにも研究所って感じなのだ。ここはもともと武田薬品の湘南研究所だった場所で、2018年にライフサイエンスパークとして再始動しました。今では製薬や医療だけじゃなくて AI とか大学の研究室なんかも集まっています。建物の大きさからしてたくさんの人が働いてそうなのだ。2025年の時点で190社以上、約2500人が働いてるそうです。実験設備や会議スペースに加えてカフェやジムまであるから、単なる研究所じゃなくてイノベーションの拠点とも言われてますね。大きな施設、たくさんの人、それでも周囲に駅がなかったんだよね。最寄りの湘南深沢駅からは歩いて22分、大船や藤沢から歩いたら30分以上かかるのだ。そうなんです。だから今はバスや車通勤が多いみたいです。でも村岡新駅ができれば通勤の負担が一気に軽くなって、企業誘致や人材集めにもプラスになるって期待されてます。新駅ができたらこの辺りが一気に盛り上がるのだ。それにアイパークでは年間200件以上のイベントやクラブ活動が行われているそうです。研究や交流で来る人たちにとっても新駅は大きなメリットになりそうです。そしてアイパークのすぐ近くにあるのが蔦屋村岡店なのだ。新駅予定地のすぐそばでもある
数少ない商業スポットなのだ。1階はドコモショップで、2階がツタヤ、漫画、CD、DVD のレンタルをしています。中に入ってみたけど普通にツタヤなのだ。変化球のない従来のスタイルのままのお店なのだ。来店客もそれなりにいて、レンタル DVD 店と聞いて想像するような閑散とした雰囲気は全くなかったです。失礼ながらまだまだ需要あるんだなって思っちゃったのだ。それに周囲は休憩できる場所が少ないから、トイレやちょっと立ち寄れる場所としても貴重だと思います。この周辺はまだ商業エリアが未発達なので、駅開業と同時に新しい店が増えて賑やかになっていきそうです。やっぱり駅がないからか飲食店もほとんどないんだよね。この周囲だと里のうどん村岡本店とその先にガストがあるぐらいなのだ。周りは結構静かな住宅街になってるのだ。こうして歩いてみるとわかるけど、この辺りって人は住んでるのに駅がないエリアなんだよね。自転車やジョギングの人とちょこちょこすれ違うので、実際に暮らしてる人は多いんだと思います。住んでる人は多いのに駅もお店も少ないってちょっと不思議なのだ。だから藤沢市と鎌倉市、それに神奈川県が連携して、ここをヘルスイノベーション拠点にしようとしてるんだね。ヘルスイノベーション、なんだかかっこいい名前なのだ。簡単に言うと、健康や医療の未来を作る街ってことです。湘南アイパークを中心に製薬や医療機器の研究者たちが集まって新しい技術を開発して、それを町の病院や住民にもつなげる、そんな構想なんです。研究所と住む場所がつながっていくのだ。住宅や商業施設も組み合わせて研究する人も暮らしやすくて、周りの住民も最先端の医療サービスを受けられる街を育てていこうっていうイメージだから、駅の建設はその拠点づくりの第一歩って位置づけなんだよね。ただの新駅じゃなくて町ごと実験場みたいなプロジェクトなのだ。それにこれは神奈川県が指定した相模ロボット産業特区にも関わっていて、自動運転バスや AI を使ったヘルスケアマースなんかの導入も検討されてるんです。だから未来の生活を試すフィールドにもなっていくはずです。すごいのだ。静かな住宅街が最先端の未来都市に変わるかもしれないのだ。そしてここが里のうどん村岡本店なのだ。駅周辺ではかなり貴重な飲食店なのだ。こちらのお店はバラ丼が看板メニューだそうです。全国どんぶりグランプリで3年連続金賞を受けているんだとか。うどん屋さんなのに丼の方が目立ってるのだ。今回はそんなことは知らなかったので、バラ塩とご飯を冷やしうどんのセットで頼みました。まずは冷やしうどんなのだ。見た目からすごく爽やかで、きゅうりやわかめ、油揚げが乗ってて彩りが綺麗なのだ。うどんもツルツルでコシがあって美味しかったです。うずらの卵もついてて、混ぜると喉越しが良くて夏にぴったり。そしてこれがバラ塩。豚バラ肉をニンニク、塩コショウで焼いてあって、キャベツの上にドーンと乗ってるのだ。シンプルなんだけど、肉の脂と塩の加減がちょうどよくて、ご飯がどんどん進む味です。ネギの辛みも美味しさを引き立ててました。予想よりもずっと美味しくって大満足だったのだ。特盛りもあるけど普通盛りでもボリュームがかなりあったのだ。周辺の散策に戻るのだ。そしてここが12点公園、村岡新駅の近くにある児童公園なのだ。滑り台やブランコはもちろん、ボール遊びができるように柵で囲まれた広場もあります。小さい子から小学生まで安心して遊べる公園って感じだね。こういう地域の生活に根ざした公園って、新しい駅ができると利用のされ方が変わりそうだね。今は地元の人中心だけど、駅からすぐ来られるようになれば、もっと多くの人が立ち寄るようになるのかも。この公園のすぐ近くに村岡市民センターも移転してくるので、人の流れはかなり変わってくると思うのだ。のんびりした住宅街の公園だけど、ちょっと華やいでいくのかも。12点公園のすぐ目の前にあるのが新しい村岡市民センターなのだ。2024年から工事が始まっていて、2025年8月末に竣工、同年10月14日に開業予定になっています。駅の開業よりも先に地域で使えるようになるんだね。
現在の村岡市民センターは60年近く前に建てられた古い建物で老朽化が進んでいたのだ。新しい施設では耐震性の確保やバリアフリー化、それにこれまでなかった体育室も設けられています。敷地面積も広がって安全性と機能両方を強化してのお引っ越しなのだ。体育室以外にも学習室や図書室、調理室に音楽室、そして多目的ホールなんかも整備されます。それに防災拠点として備蓄倉庫や地区防災拠点本部室も入るから、災害時に地域の避難所としても使用されます。つまりこの建物一つで交流、学び、運動、福祉、防災を全部担うってことなのだ。場所も大きなポイントだね。村岡新駅に隣接してるのでとてもアクセスしやすい場所になっています。駅が開業する2032年にはこの市民センターと駅前広場が地域のにぎわいの玄関口になってると思うのだ。ここからは湘南深沢駅に向かって歩いていくのだ。徒歩で最も近い既存の駅がこの湘南深沢駅になるのだ。それでも徒歩で20分ほど歩くのだ。湘南深沢駅は湘南モノレールの駅です。大船から江ノ島までを結ぶ路線の真ん中あたりにあります。村岡新駅は藤沢市だけど湘南深沢駅は鎌倉市になっています。モノレールって独特の景色が楽しめるから観光でも人気があるのだ。でも通勤や通学で毎日使ってる人も多いのだ。そして湘南深沢駅に到着なのだ。駅の前、広い更地がずっと続いてるのだ。ここは JR 鎌倉総合車両センター跡地を含む深沢地区で面積は約 31.1 ヘクタール、東京ドームでいうと6個から7個分っていう広さです。藤沢側の村岡新駅エリアと連携して街全体を整えていく計画になっています。ドーム7個分近く、スケールがでかい話なのだ。しかもここには鎌倉市役所の移転計画もあるんです。でもこの話かなり長く揉めているみたいです。どういうことなのだ。まず今の鎌倉市役所は鎌倉駅から徒歩5分の御成町にあります。駅地下でとても便利なんだけど建築から50年以上経過し老朽化、加えて防災面や業務スペースの不足など課題が指摘されてきました。そこで深沢に全面移転という案が出されたんですが、2018年に住民投票条例案が市議会で否決。さらに2022年12月には市役所の位置を深沢に変える条例改正案も否決。移転問題は宙ぶらりんの状態になっています。主な否決理由として交通の見通しや鎌倉の中心地からの移転に対する懸念などが挙がっていました。鎌倉の中心地かつ駅前の便利な場所から郊外に全部移すって言われたら反対が出るのはわかるのだ。そして2025年7月、市は全面移転を見直して両輪案を発表しました。御成町の現庁舎も残しつつ深沢に新庁舎を置く形です。今はその案を市民に説明して議会とも調整している段階です。完全移転じゃなくて両方を使うってことなのだ。これもどうなるかはわからないけどね。そして湘南深沢駅の正面に広がる敷地は市役所だけじゃないんです。住宅地や商業施設、医療・福祉・教育施設、防災拠点や公園などをまとめて整備して住む、働く、学ぶ、備えるを全部揃えた新しい街にする計画になっています。つまり市役所はその中の核の一つってわけなのだ。村岡新駅と深沢地区を一体的に開発して湘南の新しい生活拠点を育てる大きな構想になってるんですね。深沢の再開発も市役所の移転もいろんな意見があってまだまだ決まってないけど、一つだけ確かなのはこの辺りがこれから大きく変わっていくってことなのだ。村岡新駅は便利な駅ってだけじゃなくて周辺の研究所や病院、そして新しい街づくりとセットで進められている大きなプロジェクトだからね。静かな住宅街にポツンと駅ができるわけじゃなくて街の未来を背負った駅になるのだ。駅の開業は2032年予定。まだ少し先だけどその頃には今回見てきた風景もガラッと変わっているはずです。ここに未来の駅ができるって想像するだけでちょっとワクワクするのだ。それでは動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。
よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますね。動画作りの励みになるのだ。